こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのシードの新商品41期カリンバをレビューしていきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのシードの新商品41期カリンバのレビュー動画となります。初見開封は月曜日にライブで行いました。かなり素直な感想がポロポロと出ています。初見時の感想が気になる方はぜひライブもご覧ください。今回は Amazon でシードのカリンバを販売されているアルソフィラ様よりご提供いただきました。ご提供いただき誠にありがとうございました。今回はこちらとっても不思議な形をしているカリンバなんですけども、41キーカリンバということでキーが41本ありまして、3オクターブ対応のカリンバとなります。まずは付属品からご紹介いたします。では付属品をご紹介いたします。今回はハードケースの2枚重ねの梱包にまた変更となりました。このねハードケースがねいらないんじゃないかっていうねお声も届いたりするんですけども、意外と便利に使えます。私の場合ですと羽の根工房さんや仰天さんの大きめのカリンバを入れたりして使っています。実は今回のこのケースももうすでに使っておりまして、アルソフィラ様で販売されているフルール製のハーピカを入れております。このようにぴったりと収まります。はい。17弦のハーピカがぴったり収まります。ハードケースはこのように入ってますね。はい。すごくね便利に使えるので、このケースだけで販売してほしいなと思ったぐらいだったので、今回ね届いて早速これだと思って使わせていただいております。よかったらハピカもお持ちの方も一度入れてみるとぴったり収まると思いますのでお使いください。そしてこちら本体用のハードケースの中に説明書とチューニングハンマー、これだけとなっております。音階シールやクリーニングクロスはついておりません。なのでもし必要な方はぜひともすずらんこみちのクリーニングクロスや音階シールも販売しておりますのでぜひお使いください。この楽譜なんですけども41キーにも対応した譜面も載ってるんですけども、数字譜なので慣れない方には見づらいかもしれません。私もこの形式の楽譜はあまり慣れていないので説明書の楽譜はほぼ使っていないです。そしてこの説明書には41キーの配置も2種類載っておりました。最初のページに C 調のもの、中段が C 調、上段が C シャープ調になっています。そして次のページに B フラットの図も載っております。中段が B フラット、そして上段が B 調になっております。そして一番下の下段なんですけども、低音4本が左側にファーソーラーシと並んでおりまして、右側にその半音が入っています。なので通常のカリンバのようにファーソーラーシと並んでいるのではなくて、順番にファーソーラーシと並んでいます。スライドでの和音演奏はここの部分ではできません。では外観を映していきます。はい、このような感じです。今回のブリッジなんですけども、デザインが一新されまして、すべてのキー裏からコンコンと叩いてチューニングすることができます。以前のキーはこちらなんですけども、下段の中央はちょっとね叩きづらかったりもしてたので、すごくチューニングはしやすくなったと思います。キーの刻印なんですけども、34キーの方はシールが貼ってありますので見えないんですが、41キーの方では刻印が反射しづらいように見やすい加工になっていて、すごくわかりやすいです。では次にこちらの3台で比較してご紹介していきたいと思います。まず左側が
同じ奥目素材の17音カリンバ、そして真ん中が今回ご紹介する奥目素材の41キーカリンバ、それから最後にこちらはウォルナットの34キーカリンバとなっております。それぞれの重さはこのようになります。17音の奥目素材は 295g、 そして真ん中の奥目素材の41キーが 440g、 それから最後に34キーのウォルナットが 579g でした。次に大きさなんですけども、縦はほぼ一緒です。そして横は全く一緒です。それから厚みなんですけども、こちらのウォルナット34キーは 2.7 センチとちょっとだけ厚みがあります。ここの差も若干なんですけども、厚みの差はあるんですけども、同じボディかなと思ったのでちょっと意外でした。そして次にこちらの2台でご紹介していきますが、今回ブリッジが一新されて金属ブリッジの形状も変更となりました。横から見た感じですと、34キーの方は幅が5センチでしたが、41キーは4センチ。ネジ部分を除くと 3.3 センチとかなりコンパクトになっています。高さは34キーが 2.1 センチ、41キーは 2.2 センチ。1ミリの差なんですけども、このブリッジの中に3段入れるというかなりの進化がありました。34キーの方では上段下段の間隔の差が約1センチ高さに差がありまして、キーの幅は 1.5 センチ差があります。41キーの方では上段中段下段の高さの差が約8ミリありまして、で前後は上段と中段で 1.1 センチ、下段と中段は 1.5 センチとなっておりまして、34キーのこの幅と41キーの低音のここの幅がだいたい同じ感じとなっております。34キーのこちらのブリッジの形状なんですけども、上段に低音4本を入れるために、ここのブリッジのところの4本だけ高さがついています。この配置ですと中央部分に低音4本が固定されてしまって、両側のキーは音を低くするにはキーの長さが足りず、全ての半音が標準では入っていなかったです。この動画で使っているこちらの34キーは、私自身がどうしても C の4どのシャープを入れたかったので、中央の6本はキーの配置を変更しております。先ほどの説明書を見るとこのような感じで綺麗に山なりになってるんですけども、これだとどうしても半音の足りないところがありまして、私がどうしてもその使いたい音があったので、こちらの34キーではこのように配置しておりまして、中央部分にどのシャープを入れてしまうとどうしてもその隣のキーより短くなってしまうので弾きづらいので、結果的にこの両脇のキーはどうでしょうね、5ミリほど高く曲げて使っています。配置でいうとここですね、ここのところが2本上がっているのが見えると思いますけど、このようにキーを曲げてしまって隣のキーの下から弾けるように配置をしました。どうしてもね使いたかったので、もう苦肉の策というような感じで作りました。今回のデザインの41キーではブリッジのところがまっすぐになりまして、通常の17キーカリンバと同じ配列で、上は半音上の調でチューニングすることによりまして、ピアノでいう黒鍵盤の半音階も全て使用することができます。なので通常の17キーの演奏は中段で弾きまして、その半音上でも同じように弾くことができますので、簡単に一つ上の調に転調することができます。また34キーの時にはキーの横ずれがしやすかったそうなんですけども、今回のブリッジでは上段と中段の上の後部分、ここに丸い金属の棒が追加で配置されておりまして、これによってキーのテンションが上がり、横ずれ防止になっているそうです。またこの棒によってビズ音の発生も従来より軽減して、より良い響きを求めることができたということです。よりコンパクトな設計になったブリッジで軽くて演奏しやすく響きやすいカリンバへと進化いたしました。では試奏をしていきたいと思います。17音で弾けるいつもの命の歌をマイクで撮ってみたいと思います。それではお聴きください。
き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。同じ奥目の素材でも音色にかなりの違いがあったこと伝わりましたでしょうか。17音カリンバの方が音に丸みがありますよね。奥目素材は素材自体も軽くて音色も軽快で抜けが良くてパンと弾けるような明るい音色がするように感じます。他社の通常のカリンバと比較するとこちらの17奥目の方がより金属っぽい響きに聞こえますが、それでもこちらの41キーと比べると17音の方がより丸く温かい音に聞こえました。ウォルナットなんですけども木材の比重が重く音色もとても引き締まって聞こえます。こちらの41キーの新デザインのブリッジの圧倒的なサスティンの長さにはとにかくびっくりです。同じ素材のキーだとは思うんですけども34キーのキーよりも柔らかくなってるんじゃないかと思うほどよく響きます。逆に言えば指先の力加減がダイレクトに伝わりやすくて通常のカリンバよりも指先を柔らかく優しく使うように心がけて弾いています。力みすぎている方には力を抜くちょうどいい練習になるかと思います。そしてこのキーなんですけどもこのキーの感覚はどうでしょうね。慣れれば問題はないかと思いますが今までの34キーで慣れていた私としてはこの上段と中段のここの差は若干狭く感じまして慣れるのにはもう少し時間が必要です。横スライドで弾く分には問題ないんですけども指先を下に大きく動かしてしまう方は下段のキーに触れてしまう可能性もあります。そして半音への運指なんですけども下段の上のキーが半音上の音ということで上段に音階シールを貼らなくても、例えばここはドですけども上にドのシャープだなということですぐ分かりやすくてこの配置はすごくいいと思います。で下段のここのファソラシの刻印を見れば問題はないんですけども2本同時弾きでの和音入れができないのが悩ましいですね。例えばファとラを弾きたい時にこうなりますよね。1本開けて弾かなきゃいけないので両手で入れなきゃいけないんですよね。こうやってやればできなくもないんですけどもいわゆるムビラ弾きと呼ばれている弾き方ですね。こうやって弾くタイプのここでやれるかっていうとちょっとねそうすると低いのでやりづらいかなと思いますし私はそのムビラ弾きというのが綺麗に演奏中に響かせることができないのでその奏法は私はほぼ使っていません。そして初見開封で違和感のあった共鳴音についてなんですけども届いてから毎日しっかりと弾いてみることでかなり和らいできた感じがします。ミントさんや小僧さん、ビステートさんのところに届いた同じ商品ではあまり感じられなかったということなのでここは個体差がかなり出てしまうのかもしれません。私のところに届いた商品の初見開封時はなんていうかグワングワンと音が響いて音酔いしそうな感じがしてたんですけどもそれもしっかりと和らいで正直すごくホッとしています。ここ数日触ってきてこのカリンバを弾く指使いもかなり工夫をしました。爪のちょうど良い長さを探すために爪切りではなくて爪やすりでしっかりと磨いて調整していきました。そして親指の当たる角度もかなり考えました。私は普段爪だけで演奏しがちなんですけどもこちらの41キーを弾く際には爪だけでなくて親指の下の皮膚もしっかりと使うことで音に丸みを持たせて響きすぎない柔らかい演奏をすることができるようになったと思います。爪の長さとしてはこの皮膚の延長上に先端が来るようなイメージです。はい。こう見るとちょっと長めに見えるんですけども私赤いところがねだいぶ下にあるのでそれほど長くはないです。はい。ここまで切ってしまうと普段長い爪で慣れていたので若干ね他のカリンバで弾きにくいなと思ったんですけどもここはね慣れるしかないですね。切ってしまったんではい。そしてグワングワンと音が響いてる原因は何かなと思ってすごくね探してたんですけどどうもね高音域が響きすぎるのが原因じゃないのかなと思いました。なので私はこのカリンバにちょっとね見えないかもしれないんですけどもここに小さな透明なクッションを2本ずつ貼ることで
少しその響きを抑えることにしました。使用したものはダイソー製のクッションゴムと呼ばれるものです。こちらをカッターでこのように切りまして1個取ります。はい。でこのまま使うにはちょっとね分厚いんですよ。わからないと思うんですけども、これどうかな、2ミリぐらいあるのかな、3ミリはないにしてもちょっとね分厚いので、これをまた薄くカットします。こうやってちょっとね危ないように見えるんですけど大丈夫です。もう何回も切ったんではい、こんな感じで見えるかな、こんな感じで、はい、どこに貼ったら分かりやすいかな。こんな感じのパーツを4つ作りまして、ここに貼りました。この同じクッションゴムを使うなら、この周りのねポコってなってるところじゃなくて、ここの周りのゴム、ここもね、貼れるといえば貼れるんですよ。なのでこんな危なっかしいハサミの使い方をしなくても、ここの部分でカットすればよかったかな。後から気づきましたけど、はい、このようにこのシールの厚みを半分に削ったものをキーの裏側に2本ずつ貼ることによって響きを抑えることにしました。貼る前と後ではマイクで拾えない程度の変化だったんですけども、若干音の伸びは控えめになりまして、表面をも和らいできたと思います。音の伸びをね抑えてしまってるのがいいのか悪いのかっていうところもありますけども、シールの貼ったところを弾いてみると、どうでしょうね。単体で聞くと特に問題ないですよね。はい。で、キーの先端に貼ってしまうと音がかなり変わってしまいますので、なるべく真ん中辺に貼りました。見えないですよね。ちょうどこの刻印の裏側ですね。はい。こうすることによって高音域の響きが抑えられまして、なんというか残響音が減ってきたような気がしています。現在はなんていうか鏡面音っていうよりはリバーブをかけているような、そんなイメージです。エフェクトをつけなくてもリバーブをかけている体験ができる、そんなイメージですね。リバーブっていう表現が一番ぴったりくるかなと思います。はい。私的に個人的な意見なんですけども、奥目はより音が広がりすぎているような気もするんですよね。軽くて明るい音がするのが特徴的なんですけども、逆に言えば音の重さが軽減されてしまうような気がしています。なのでぜひともこの同じブリッジで違う素材、例えばウォルナット、これはね厚みもあるので重めになってるんですけども、同じぐらいの厚みでウォルナットにしていただくとかどうでしょうね。意外と音が締まっていい音で響くんじゃないのかななんて思いますが、どうでしょうかもしね実現できたら一度弾いてみたいななんて思いました。そして次にこちらのカリンバ3段目に違うキーが入れれるよっていうような話なんですけども、どうでしょうね。実際使うのかなと私は思いました。ミントさんが動画内でお話しされてたように、私もここをね F 調で並べるといいのかななんて考えたんですけども、 F 調ですとファソラシが白フラットになってドみたいな感じになるんですよね。なので通常のシフラットがつかないシが使えないので、それもちょっと私的にはなんか違うなという話になり、じゃあここっているのかなと思って、カリンバにすごく詳しい人、カリンバだけじゃないですね、ピアノにすごく詳しい人、音楽理論とかいろんなことが分かってる方は活用できるかなと思うんですけども、私的にはこの状態でいいかなあんまりね本数を増やしすぎてもう難しくなっちゃうだけなので、私はそんなに難しいことができないので、もうこれで十分だなと思いました。
先に質問が来そうなので、私なりの考えをこちらでお話しさせていただきます。カリンバのね、作りもこのように多種多様になってきて、じゃあどれが一番なのなんていうような質問も届きそうなんですけども、こちらの41キーのカリンバで全てを代用できるとは私は思えません。なんというか、とてもよく響いて音色もかなり特徴あるものなので、こちらのカリンバはカリンバなんですけども、他のメーカーのカリンバとは比較ができない商品だなと思います。カリンバなんですけどなんていうか、ハンドオルゴールっていうような、なんか別のものって考えるとしっくり私の中で落ち着きました。カリンバの同じ配置だけどカリンバじゃないなっていうような印象なんですよね。悪い意味ではないです。すごくいい意味です。すごくね、よく響くので、これを基準に考えてしまうと、じゃあよく響くものはって聞かれると、もうこんなに響くものって正直ないと思うんですよね。チルエンジェルズとかも、響きますけど、17音カリンバでと言われるととっても難しくなります。こちらの17音の比較でも音色や響き方にかなり違いがあったと思います。なので他社でもすごくね、違うわけですよ。これがじゃあどれがいいの悪いのではなくて、もうそれぞれの個性があっていいと思うんですよね。この41キーカリンバでカリンバをデビューする方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけども、こちらをお持ちの方もぜひ同じような時期に他社の17音もしくはこちらのシードの17音を持っていただくと、どうかな、耳がこのカリンバだけで慣れなくて済むかなと思います。悪い意味ではないです。難しいな難しいな。よく響くがゆえのなんか難しいところだなと思いました。ぜひね、他のカリンバも触っていただきたいなと思って、なんかもう本当なんかね、いい意味でですよ。いい意味で別物だなっていうような私は思っています。難しいな、言葉にできないな伝われ伝われはい、そんなイメージがしています。はい、なのでね、なんていうか、この複雑なブリッジの41キーも楽しいんですけども、シンプルな形状の17キーもぜひぜひ体験していただきたいなと思います。すべての半音と低音が唯一揃っていた中国製のカリンバはチルエンジェルズのみだったかと思いますが、こちらが出てきたことによってチルエンジェルズでは分かりにくかった配置が解消されまして、そしてこの上段中段と同じ配置のリンティンでは低音が弾けなかったんですけども、その低音も入れて弾くことができます。なぜね、21キーを2段にする設計にしなかったのかななんて届く前は思ってたんですけども、基本的にやっぱりこの17キーで演奏できることが最大のメリットですよね。なのでこの17キーで半音付きってなるとすごくわかりやすくて、そして持った感じもバランスがいいです。通常のカリンバで慣れている方には扱いやすく、普段の演奏にも使いやすくなるのではないかなと思います。今後のシードの展開としては、空きスペースに使用できる替えキーの販売も検討されているそうです。また中国ではこちらの24キーのカリンバのように順配置で並んでいるカリンバが人気だそうでして、この41キーでもこの配置に最上段に半音を並べて DIY をしたカリンバを弾いている方の演奏も見かけました。ピアノが演奏できる方からすればこちらで並んだ配置の方がもっと簡単に弾けるかなということでした。もしかしたらこの配置での41キーカリンバも販売されるかもしれませんね。シードは2018年からこの一体型設計となりまして、世界中で特許を出願しているそうです。他のカリンバメーカーではここまでの思い切った開発はされてないように感じます。また今回の3段式の構想も2年前からあったそうです。現在の生産技術で達成できる最高レベルの品質と革新的なデザインなのに低価格帯を実現できたとのお話の通り、今後のカリンバ界隈をリードしてくださるような新商品でした。ぜひ一度手に取って体験してみてください。今回の価格は100台限定
1999円、販売開始時刻は9月30日の20時からとなっております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらのリンクを一度踏んでから購入していただけるとすごく助かります。ということで今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。飛行機がね、この時間はすごく飛ぶんですよ。多分ね、マイクで拾ってるんじゃないかな。そして今動画撮り終わったら50分。いつもこの閉めた後にいろいろとお話をさせていただくんですが、私これから小学校の部活動の役員仕事で行かなきゃいけないのでいろいろとね、話したいことはあったんですけども、とりあえず台本作りに2時間かかりまして、動画撮影に50分。さて編集はどれぐらい時間がかかるのでしょうかということで、明日の動画公開に向けてまだ頑張りたいと思います。今日のところはこの辺でということで、それではまた行ってきます。